自分が今話したことを、ね、自分で受け取るか受け取らないかはご本人の問題だと。これはお釈迦様が言ったから絶対に信じなさいというのではなくて、よく自分の頭で考えて、知性を持ってね、理性を持ってその教えを判断して、お釈迦様が言っているということだけでそうしろということではない。ペンネームファニーさん、女性からいただいたお悩みです。いつも動画を拝見しており、私の心の支えになっております。今まで仏教のことなど何もわからなかったのですが、だいぶわかるようになりました。わかるようになってきたら疑問も湧いてくるようになりました。今日は悩みというか、こういう場合どう考えたらいいのかをお聞きしたくてメールいたしました。私の家は仏教でも違う宗派なのです。和尚様のお話に感銘を受け、一人暮らしならお寺を変わっているところです。ただそういうわけにもいかず、お墓も葬儀も今のままにしようと思っています。YouTube を見ていて、心の糧にしたらいいと、それでいいじゃないかと思うのですが、仏教は同じなので同じことなのでしょうか。全くまだ分かっていません。同じ仏教を勉強するにも、いろいろなお寺、宗派があって、いろいろな考え方が違うというのと同じなのでしょうか。まだわからないことがあります。教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。仏教には8万4千のお経があると言われます。今、日本の中で文化庁というところが宗教法人を登録をして、そこにですね、現在日本の中で仏教系の寺院がどれぐらいあるのかというデータが毎年発表されるわけですけど、仏教系の寺院だけで7万7千以上、そして個々のお寺が7万件以上ある。それとそういったお寺を包括している宗教団体ですね、一般的に何々宗と言われるような団体が200弱あると言われています。全国にあるコンビニエンスストアの数が約4万と言いますから、その倍近い数のお寺があるわけです。で、このお寺がみんな全く同じ教えのもとに、全く同じ考え方のもとに活動をしているかといったら、実は違うんですね。仏教と一口に言うと何か一つのことというふうにして思われる方が多いと思うんですが、実はこの仏教という2500年以上の歴史を持ち、そしてインドのお釈迦様からその端を発して世界中に広まっていったというこの一つの仏教という名の宗教、この中にはその仏教が広まっていく、伝わっていく過程でさまざまな伝わってきたルートに土着の考え方であったりとか、そのもともとあった宗教というものを取り込んだり、そうしながら変容しながら伝わっているというのが実際のところです。日本の中だけでもそれぐらいたくさんの仏教の寺院があり、そしてたくさんの解釈の仕方がある。ましてやそれ世界に出ていけば、実は私たちが一口にお釈迦様の教え仏教ですと言っているものも、タイの人たちの理解とスリランカの人たちの理解と中国の人たちの理解と、これがぴったりと全く違わず一緒ということでは実はないんですね。で、これはもう本当に話し始めるととても長くなってしまうし、また誤解を生むので細かい話はここでは話しませんが、今のファニーさんのご質問にある仏教に興味を持ってみたけれども、逆に興味を持って
仏教を知ろうと思うと非常にさまざまなお寺がありさまざまな解釈の仕方があるようで混乱をしてしまう。本当その通りなんです。実はこれは皆さんお坊さんでない方もそうだけれどもお坊さんも非常に混乱が実はあります。何々宗という一つの宗の中で一生懸命ご修行なさってきたお坊さんほど実は仏教と自分が思っているのがその宗の中の解釈であるということがある。実は私はこれが仏教だと思っていることが実は他の宗派に行ったら全然違った捉えられ方をしているということが実はあったりするんです。じゃあ何が正しいのか。私たちが日本でね仏教と言っているこの教えはお釈迦様の教えにオリジナルのお釈迦様の教えに限りなく近いものもあれば実はそうでなくて一見全然違ったような解釈をしてそれが仏教とお釈迦様の教えですと称して受け継がれているものもあったりします。でそれぞれが全部ねじゃあ何が一番正しいのかということを追っかけていくとお釈迦様の教えというのが仏教だと仮定するならば仮定というかそれが仏教なわけですけど仏教とはお釈迦様の教えですというのであればそれはお釈迦様のオリジナルのねもともとの教えに限りなく近いものが現在でも受け継がれていると言われている。例えばスリランカであったりとかね、そういった地域で信仰されている実践されている仏教というのが最もお釈迦様の教えに近いと言えます。でもじゃあ日本に伝わってきた仏教というのは間違っているのかと言われた時にこれは何千年という時を超えてですね人々の苦しみを何らかの形で救ってきたという事実がある。それを踏まえた時にこれはお釈迦様のオリジナルの全くその通りの教えとは少しずつ形を変えて現在いろんな地域に伝わっているけれどもその伝わっていく過程で多くの人を救ってきたという事実もまたある。ですから何が間違っていて何が合ってるという言い方をするのは私は少し避けたいと思っています。そういう解釈の仕方ではなくてもともと仏教というのは人の苦しみを手放していくというためのその苦しみの原因についての解明理解とその苦しみの手放し方なんですね。それがお釈迦様の教えなんです。ですから人の苦しみについての理解自分の苦しみについてなぜそれが苦しいのかということの理解とそれの手放し方がきちんと実践できたのであればそれは本来の目的であるお釈迦様の苦しみの手放し方ということがある程度果たされているという意味で間違ったものとは言えないというのが私のたどり着いている結論です。さてじゃあお釈迦様の教えがそれだけの時を経てなぜさまざまな解釈の仕方に変わってしまったのか。でこれは人間の文化の伝承の歴史を見てみると仏教に限らずキリスト教もそうですしキリスト教に限らずもっと日常生活に即した例を挙げると例えばパンというものがある。食べ物のパンですね。でこの正体は食べ物の栄養素の一つである炭水化物に分類されるものです。人間が炭水化物を取るということをする。でもその形はインドに行けばナンになるんです。フランスに行けばフランスのパンになる。同じパンといっても日本に来るとヨーロッパのパンとはまた全然違ったパンに変わっていっている。あるいはパンじゃなくてお米を食べる。あるいは芋を食べる。そういった地域もあるわけです。その土地の環境それから文化的背景そういったものによってですね
同じ炭水化物を摂るというその摂り方がパンに変わったり、ナンに変わったり、ご飯に変わったり、芋に変わったり、いろいろな形になりながら、それでも摂取されていくわけですね。タンパク質もそう、ビタミンもそう、いろいろな形で人間の体が必要とするものを人類は取り込んできたわけです。その調理方法とかそれを取る形は変わっていく。でこれは仏教に限らず一つの教えというものが非常に長い歴史を経て、そしてまたさまざまな地域を経て、それが伝承していく過程でぴったりとその元々の発祥と全く同じように伝わっていくということが、むしろ稀なことというよりもないことなんです。逆に人類の過去の現象を見てみると。ですからそう思ってこの仏教というものがいろいろな地域によっていろいろな解釈のされ方がしている。これは私は極めて当然のことだと思っています。ただその本質は何かといった時に、お釈迦様がお悟りになった内容というのは、なぜ人間が苦しみを持つのかということなんです。そしてその苦しみはその苦しみの原因が理解できて、そしてそれを実際に手放していくための修行をすれば、人間の心の苦しみというのはそれを手放すことができる。そして心の平安を得ることができる。でこれがお釈迦様の教えです。ですから仏教と私たちが一言で言っているというこの仏教には本当にたくさんのいろいろな入り口がある、ね、けれどもそれがいいとか悪いとかということをそもそも論ずることが、私はそこへ参加をしたくないというのが昔からの態度です。ファニーさんのご質問にあるように、仏教にはさまざまな解釈がある、さまざまな宗派がある、その通りです。けれども私はそれを一概にだからそれが間違っているともまた言わないし、むしろ人間の歴史を振り返ってみたときにそのようになっていて当然だと思うわけです。先ほどの食べ物の例のように文化というのはそういうふうにして伝わっていきますよね。日本発祥のものが実は海外に行ったら全然違う形になって形を変えて向こうの文化で受け入れられているとかね、よくあることです。逆もまたありますね。海外発祥の何かが日本に伝わってきた段階で全然違ったもの、そしてみんながその歴史を知らなければ昔から自分たちはあって、これは自分たちのものだと思っている。もう今やお寿司というものが世界に広まっていって、お寿司は日本のものだって逆に知らない人もいるぐらい。そうですね、パンは外国から来たものだっていうことがわからないぐらい、もうパン食が日本の中では進んで、そして日本のものだってむしろみんなが思っている。それと同じような現象が仏教の中にも歴史の中にも起きてきているということなんです。さてその上でファニーさんに対しての処方箋ね、これは何かというと、今いろいろこうしてインターネットもそうですし、あと本でもそうですし、私たちは昔の人と比べて勉強することができるわけです。よりいろいろな知識とか情報とかを得ることができます。で最終的に信仰というのはね、地域を超えて民族を超えて自分が自分の心の平安を得ることができるのであれば、それは地域に縛られる必要はないんですね。ただ慣習としての葬儀であったりとか法事であったりっていうのを自分の菩提寺でやる、これも全然ありだと思います。けれども自分の心の苦しみの手放し方として自分が勉強する、そして自分が自分の心のモヤモヤを晴らすことができるのであれば、それを本に求めてもいい、インターネットに求めてもいい、あるいは自分の地域以外のところに求めてもそれは構わない話なんです。信仰というのは個人のものですからね。お釈迦様も必ずお説法をした後に自分が今話したことを、ね、自分で
受け取るか受け取らないかはご本人の問題だと。これはお釈迦様が言ったから絶対に信じなさいというのではなくて、自分でそれをよく検証してみて、なるほどそういうことかということがちゃんと理解できて自分のものにする。よく自分の頭で考えて、知性を持ってね、理性を持ってその教えを判断して、そして自分の中に取り入れなさい、そういう姿勢をずっと貫いた方です。盲目的にお釈迦様が言っているということだけでそうしろということではない。ちなみに私の立場は、また私のいるお寺、この福厳寺というお寺は40年前に私の師匠が檀家制度というものを解散をしました。要するに檀家制度というのは実は江戸幕府の、江戸時代に作られた一つの制度なんですけれども、江戸幕府が一つはキリシタンの弾圧のために、それから行政の役割の一端を担わせるということのために作られたシステムです。仕組みなんです。昔はね、ほとんどの人たちが農民でしたから、そうするとその農民というのが勝手にあちこちに移動するというのは困るわけです。その地方の石高というものによってですね、財源が得られていたから。ですからおぎゃーと生まれた瞬間にその地域にあるお寺の檀家になるわけです。そしてお寺が戸籍を預かって、そして亡くなったらお葬式をやってその戸籍から抜くという、その行政の戸籍係の役割をお寺は担っていたという時代があります。ですから自分の選択ではなくてね、その地域のお寺に自動的に檀家になるという仕組みが江戸時代にできたんです。そしてその代わりに、普段自分のご先祖様を預かっていただいたりお世話になってということなので、例えばお寺が建て直しをするとかね、何か不信をするという時に皆さんでご寄付を出し合ってお寺を支えていくということをしたわけですね。ところが現代は今これ行政に戸籍が戻りました。そしてじゃあ普段お寺と檀家さんとの関係は何かといった時にね、亡くなった時にお葬式をやっていただくとか、そういうことの関係、それと何かお寺を建て直したりする時に皆さんのからねご寄付をいただいてお寺を建て直していったり、そのような関係になってきています。ところが昔の人ほど今の方は菩提寺に対しての信仰がない方が増えている。でこれは一つはお寺側の課題でもありましょうし、また皆さんもいろいろな情報が入るようになってね、またいろいろな楽しみ、それから自由に住んでいる地域を移動して職を求めたり、自分の住みたいところに住んだりすることができるということで、その土地に対しても必ずしも縛られる必要がないということが出てきた。ですからますますこれは檀那寺と檀家というものの関係が薄れていっているというのが現状です。私のいる福厳寺ではもう今から40年以上前にですね、もう先代の代の時にいずれそのような時代が来ると。で逆に言えばね、この私のいる福厳寺というところも非常に小さいお寺ではないんですよ。規模がですね、そのお寺の境内地が大きいんですね。山林も管理していかなければいけない、建物も伽藍もある程度の大きさがある。でそれを地域の限られた檀家だけに頼っていくということは檀家さんにとっても大きな負担になるということで、信仰は地域を超える。これは私もそれを海外に出ると実感します。そうですね、これからの時代は自分がやはり信頼できるお寺さんっていうものを自分で選んでいくということができる時代なんですよ。また自分の近くに自分の信仰する菩提寺というものがないのであれば、それを求めてどこかを心の安心のふるさととしてするということも可能であるし、それができるのならばそうした方がいいと思うんです。でそういった意味でこの福厳寺ではですね、檀家を解散して、私のスタンスもそうですけれども、このお寺のもともとの宗派、これはこれで尊重しながら、私はやはりお釈迦様の教えという原点を
仏弟子としてね、できるだけそこにできるだけというか、それが基本なわけです。だからここは大事にしたいというのが私の考え方でもあるし、先代の考え方でもありました。ですからこの仏教というものがあまりにも枝分かれして、あまりにもいろいろと複雑化をしてしまったことによって、なんだか分からなくなってしまっているという状況にある。何々宗だっていろいろ言ってもね、そもそも自分のところの菩提寺というか自分のところの家が何々宗かってことを知らない人たちも多いわけです。でそれを例えば浄土真宗です、浄土宗ですとかね、日蓮宗です、真言宗です、曹洞宗ですって分かっていたとしても、じゃあそれがどういう教えなのかってなると、これまた分からない。でこういう中でなんとなく自分のお父さんおじいちゃんの代からこうだったからこうだということで、その菩提寺を信仰してきた。でこれはいいとか悪いとかじゃなくて、崩れていくというか変わっていくと思います、これからの時代。ですから何度も言うように、それがいいとか悪いとかという話じゃないんですね。そういったことがもう現実的に起きつつある。でそこに対して私はね、今自分がいるこの福厳寺の在り方としてね、やはりただお葬式をやっていく、人が亡くなったら葬儀をやっていく、お葬式をやっていくということだけでなくて、お釈迦様の教えが皆さんの心の苦しみ、その苦しみがなぜ起きるのかということの理解と、そしてその苦しみをどう手放していったらいいのかということの方法、これを説くということによって、生きている人たちの心の苦しみを和らげていく、解消していくということが本来のお釈迦様の説かれた教えの原点であるならば、そこを忠実に少しでもそこに近づけるようにしていくというのが私の自分のお寺での方針でもありますし、私の住職としての使命だと思っています。ですからそれはそこのお寺さんのいろいろなご住職さんたちの考え方がありましょうけれども、少なくとも私はそう考えています。結論は何かというと、ファニーさんももう盲目的に何かを受け取るっていうことを、最も大事な精神活動である信仰に関してね、すべきではないということですね。自分がちゃんと仏教を今は勉強できる時代ですから、少しでも本を読み、少しでもまたいろいろなことを学び、そのことによってご自分が少しでもね、ご自分の人生をきちんと歩んでいくことができると、自覚を持って歩んでいくことができるというのであれば、それは本当に素晴らしいことだと思います。ですからぜひね、そういったものを自分ができる範囲の中で求めていく、そのような姿勢を持っていらっしゃるということはとてもいいことだと思います。むしろそうすべきだと私は思っていますね。最後に本当にね、私これ大学院の時に一緒の大学院のゼミにいた同級生がいるんですけども、お寺の息子さんだったんですよ。で彼はいろいろな学説があると、お釈迦様に関してもね、今生きているお坊さんたちでお釈迦様と直接話したことがある人誰もいないんですよ。だからお釈迦様が本当に何をおっしゃったのかということを直接知っている人はいない。2500年前の話ですから。そして別にそれは悪気があったわけじゃなく、2500年前のお釈迦様の足跡をたどることができるようになったのは本当に仏教史の中でですね、つい最近なんです。まだまだ解明されてないことがいっぱいあるけれども、昔日本のお坊さんでね、インドに渡ってお釈迦様の時代のことをたどるということはできなかったわけです。それはそれだけのインフラも整ってないし、ね、向こうへ飛行機で行くわけにもいかないしね、言語の問題もあるし、文献の解明ということもあるし、いろいろなことが進んでいなかったので、仏教がどのようにして変容してきて今の日本に、インドから日本に至るまでどのようなことがあったのかということをたどるのは今でも 100% それをやるのは難しいんですね。発掘作業みたいなもんですから。なので私の大学院時代の友人がすごい面白いことを言ってたのを今思い出したんですけど、
それは何かといったら、その人は自分の興味を持っている研究としてね、全てのと言いますか、私たちが普段見ている夜の星ですね、この星というのはかつて遠くの方で一つの惑星が爆発をする。でそのことによって発した光がものすごい長い距離をまた時間を移動して今私たちの目に届いているんだと。そうですね、それが星の瞬きなわけですけども、だとすればその星が発している光というものを何かしら宇宙に衛星を飛ばして、そして2500年前のお釈迦様の時代に地球が発していた何かしらのその光というものを情報として受け取って、それを解析していくことによってお釈迦様の時代に何があったのか、そしてお釈迦様は何を説かれたのかっていうところまで迫れるんじゃないかということを真剣に考えて、それを研究しようとしていた友人がいました。でその時ね、私は全く理解できなかった。何を言ってるんだよこの人はと思った。今思うとね、本当にそんなことができるんだったらすごいなって思います。お釈迦様の時代にお釈迦様の何をおっしゃったのか、そのお釈迦様のお説教をなさっている、お説法をなさっている風景のその音声とか生の声とかお話の内容というのを直接今私たちが聞くことができたら、きっとね本当にすごいことだと思いますし、あ、そういうことだったんですかってことが多分いっぱいあると思います。ですから本当そんなことができないわけですね、残念ながら今の段階では。将来もっと科学技術が発達していったらそんなことが起きるのかもしれませんけれども、なのでお釈迦様が何をおっしゃったのか、そこをできるだけ現段階で分かっている、そしてその入手可能なね情報資料というものを取り寄せて、少しでもそれに近づこうとするという研究、これはやはり仏教学をやっていく人にとっては非常に重要だと思うんです。ところ一般の方はそこまで別にいかないにしてもね、何らかの形でねお釈迦様の教え、この原点は何度も言います。なぜ私たちは苦しみを持つのか、そのことの理解と、じゃあどうやったらその苦しみを手放すことができるのかというこの方法、これが35歳で悟りを開いたお釈迦様が80歳でお亡くなりになるまでの間に、その説く相手に合わせて一人一人その人が理解できる例えを使い、その人が理解できる語り口で切り口でお説法された。これが実はお経の始まりなんですね。それを記したものがお経の始まりです。ですからそもそもお釈迦様がお説きになったお説法自体がものすごくたくさんケースバイケースであるんです。そこには直接本当にどこまで近づけるかっていうのはもう全然これは疑問ですけれども、なので私も一問一答というのはそれを見ていろんなコメントする人いますけれども、その質問をくださった人に1対1で私はケースバイケースで答える、そのようなスタイルを実は取らせていただいているわけです。から恋愛の問題、別れた方がいいんじゃないですかという場合もあるし、そのまま頑張ったらどうですかっていう答えもある。なんで答え一つじゃないじゃないかって皆さんおっしゃる人はあるんです。ある質問に対して押した方がいいんじゃないですか、引いた方がいいんじゃないですか、それはもうそのケースバイケースですよね。みんなそれぞれその人の状況とか、その人が今受け取れる精神状態とか理解のレベルとかいろいろあるわけですから、ただお釈迦様という人はそれを一律にして全部普遍的に攻撃したわけじゃなくて、そのケースこのケースこのケースというケースバイケースで一人一人教えを説いていかれた。これを大気説法というんですけど、もともとそのようにして説かれた教えであるがゆえに、これまたたくさんのケースバイケースの教えとして、そしてそれがまた仏教が日本にこうして伝わってくるまでの間にさまざまなルートをとって、そしてそのさまざまなルートの経路の文化背景、もともとの土着の宗教とか考え方、あるいは時には人のあからさまな意図があって変わっていったということも含めて、全部仏教とは仏教なんです。そしてそのどれかが正しい間違っている
ということも実際に過去の救われてきた大勢の人たち、そしてまたそれが続いているということを見ると、必ずしもそれが間違ってるじゃないかということもまた言えないというのが、私も長いことお坊さんをやっておりますけれども、その上での今の私の結論です。ですからどうぞファニーさん、今の菩提寺ということを大事にしていただく、それはもう全くいいことだと思います。ただその上でね、仏教に興味を持たれたのであれば、ご自分でやはり自分の心の苦しみというものを少しでも手放していくことができたら、それはそれで目的達成なわけですから、ぜひね、本来の仏教といいますか、お釈迦様のお伝えになったことは、心の苦しみの起こってくるその原因の理解と、いかにしてそれを手放していくかということの実践、そこに全ての仏教は原点を持っているということですね。そんなことで少しでもまた一緒にね、勉強を重ねて人生の修行をして、そして自分がより良き幸せ、そこに気づいていくということができればね、この一問一答のご縁というものも私もやって、その意義があるなということを思うわけです。どうぞあまり深く悩まずにね、仏教を楽しんで勉強して実践をしていきましょう。頑張ってください。